前向きにチャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル。さあ、今回はですね、グロービスのさゆりんに来ていただきました。お願いします。さあ、今回ね、初登場のさゆりんです。さゆりんです。グロービス経営大学院の単科を受講しております。医療系の IT 企業に勤務しています。よろしくお願いします。りなです。よろしくお願いします。はい、そしてかおるんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。早速だけど、グロービス MBA はどんな学校なの？グロービスはグロービス経営大学院と言いまして、千代田区の2番町にあります私立の大学です。2006年の4月に株式会社グロービスが開学した学校でして、2008年に学校法人グロービス経営大学院となりました。東京以外に、横浜と大阪と名古屋、仙台、福岡、水戸の7つのキャンパスとオンラインで今受講ができます。いろんなところで受けられることも利点の一つっていう風になっています。単科を受講するってどういうことなの？グロービスの場合は大学院の方に入学をする前に単科生制度というところで授業だけを受けることができるという仕組みがあって、それを履修しているという状態です。導入がね、入りやすいんですよ。やっぱいきなりね、仕事しながら学校に通うって抵抗ある人が多いと思うんですけど、単科から通い出すことができると。まず授業を取ってみるっていうことが自分の仕事と照らして体験ができるので、本当に続けられるのかとか学ぶ意味があるのかみたいなところを確認する受講生が多いというふうに感じています。グロービスといえば国内 MBA の中でも一番の大所帯として知られてるんですよ。そうですね、なんと今年の本科の入学生って今までで一番多い1095人を取っているみたいで、すごい。はい、在学生が全国で2000名を超えているそうです。オンラインなんかを利用して海外から入学されている方もいらっしゃるっていうふうに聞いているので、縦横斜めのネットワークというふうに言うんですが、グロービス生同士のお付き合いだったりとかっていうところもすごく多くなってます。グロービスの学費はこのようになっています。グロービス経営大学院の場合は本科に入学した場合に2年で約308万円の学費となっています。ですがほとんどの方が教育給付金の対象となりまして、最大で約112万円を給付される方がほとんどです。単価でもね、受講できるということで、料金の方はどのようになっているんでしょうか？単価の場合は1科目あたりという考え方になるんですが、受講料が12万8000円。授業は2週間に1回で全部で6回、3ヶ月間学んでいきます。さゆりんはこの単科を何個受けたんですか？私は今までに4つ受講していて、一度に2科目取っている時期だったりとか、1科目だけ仕事の都合と合わせて取っている時期、様々選んでやってきました。単価のスケジュールってどのようになってるんですか？タイムスケジュールは自分の取りたい科目で、平日の夜のパターンだったり土曜の午前中パターンだったり、自分のスケジュールに合わせて皆さん選んでるようですね。ちなみに1科目は何分ぐらいですか1科目3時間です。それすごい。集中力って持つんですか？途中休憩があるので、もちろん集中が切れないような工夫ももちろんされているんですけれども、もうそれ以上に授業がやっぱり熱いので、みんな集中が途切れる瞬間実はあんまりないですね。3時間ずっと考え抜くみたいな、熱い時間を過ごしてます。グロービスの単科生の入試ってどういった形なんですか？グロービスの入試は単科生の場合は簡単なエッセイを提出します。それで、確認されて大丈夫であれば受講できるよっていう形になります。ちなみにどんなエッセイを書いたの？ちょっと士気の下がってしまっていた、そこをどうモチベートしていくかっていうところを自分の課題として組織改革に乗り出して、で社内を巻き込んで少し制度を変えてみたり人を変えてみたりっていうところをやっていたっていうところをエッセイに書きました。厳密に言うとですね、グロービス単科生の入試は入試という言い方ではなくて、本科生の入試と区別するために単科生審査と呼ばれているそうです。単科生がね、受講できる対象科目はグロービスのホームページをご覧ください。動画の下に、説明文ありまして URL を貼ってありますので、興味がある方はそちらをご覧ください。単科で受講した方って本科生になった時にその単科で受講した科目っていうのは受けれるんですか？すでに、取得済みの科目についてはもう取得したものとして次に他の科目を取るようになっています。
そこはちょっと連動しているんですね、本科生と単科生。そう単価の持ち込みができて、それが本科の中の積み上げになるっていうところもメリットみたいですね。本科生になるための試験というのがまた別であるんですよね。本科の試験があるんです。内容はどんな感じなの？グロービスの根幹って言われているクリティカルシンキングで思考の科目があるんですが、それを履修しているとまずその思考テストが免除になります。あとはエッセイを書くんですけれども、2000字のエッセイが5つ、人によっては6つぐらい書いていきます。なるほど。グロービスというと私たち MBA 生の中でもすごい有名なんですよ。なんでかっていうとMBA の中で MBA 甲子園と呼ばれている大会があって、いろんな学校が集まってその大会に参加するんですけども、その中でもグロービスは優勝してきたりするんですよね。だからすごくね優秀な生徒さんが多いというイメージがあります。そんなグロービスといえばリモート授業の先駆けっていうイメージがあるんですけど。そうですね、今でこそリモートっていう言葉ですごい多いと思うんですけど、2014年からオンラインで双方向にディスカッションをするみたいな授業をずっとやっている。オンラインのクラスも通学のクラスもともに生徒が出す満足度っていうのが5点満点中 4.5 をずっとキープしている。通学とオンラインしただけとか一方通行で動画見るだけみたいなウェビナーのような授業というのは一線を画した双方向のディスカッションのできる授業っていうのがポイントになってるみたいですよ。大学中のエピソード聞きたいんですけど。学生同士の勉強会がめちゃくちゃ盛んなんですよ。でもね、クラス後の懇親会みたいなこともそうなんですけど、授業が2週間に1回あって、その授業がない週を裏週っていう言い方をしていて、必ず勉強会が開催されてたりとか、あとは横浜勉強会とか赤羽勉強会みたいな、この近所の学生同士で集まって自発的な勉強会が勃発していたりとか、すごい勉強熱心なす方がごい熱心な方が多いんですよね。多いです。私がやっていたのは仕事の前に朝7時に集まって朝活勉強会をしてました。何の科目の勉強してんの？クリティカルシンキングからアカウンティングそれぞれの科目で、予習は一人でやるっていうルールがあるんですけれども、復習については勉強会を繰り返すっていう方針があるので、そこを徹底してやってました。じゃあディスカッションするんだ、朝から。ディスカッションですね。朝でも結構爽やかにみんな熱を持った討論はできるっていう感じ。すごい。朝7時から討コー論会。ヒー飲みながらグロービスの特徴を一言で言うなら、さゆりん的にはどんな特徴？温かさみたいな表現になると思います。学校側もすごい熱を持って本当に何もかも熱心に見てくれるし、講師の先生もすごくやってくださるっていうのもあって、それで熱の伝わった学生たちも自分たちでめちゃくちゃ学ぼうみたいな姿勢があるので、熱とか志みたいなことが特徴かなって思いますね。さゆりんは単科を受講して受講された後の変化ってありましたか？そうですね、話をすることとか自分の意見を出すこととか、アウトプットの仕方みたいなのはすごい変化あったなというふうに感じます。グロービスの授業がそのアウトプットにすごく重きを置いている授業なので、それのちょっと癖づけができたのかなというふうに思います。さあ、そんなグロービスですけども、グロービスは最初に受講するように推奨されている科目があるんですって？一番最初にクリティカルシンキングという思考系の授業を取るように推奨されています。直訳すると批判的な思考、基本的な姿勢としてはその議論の目的は何か、その仕事の目的は何かっていうのを常に意識したり、自分の中、他人の中に思考の癖があることっていうのを前提に考える。あとは常に問い続けるというところですね。本当にこの回でいいのか、この答えが適正なのかっていうところを常に考え続けて、問題に対して一度立ち止まっていろんな角度からじっくりと考えて問題の本質を捉えるというところが大事になってきます。論理的思考という意味でロジカルシンキングっていう言葉は私たちよく使ってたんですけど、クリティカルシンキングっていう言葉はちょっとあまり耳なじみなかったよね、みんな。私たちには初めね。て聞きました。自分自身に問う姿勢っていうのは必ずセットで求められていて、ロジカルシンキング、論理的な思考に批判的な姿勢とか意識っていうのが加わったものを加えたものをクリティカルシンキングというふうに呼んでいます。ということでですね、今回はさゆりんが演習問題を持ってきてくれたそうです。やばい。定期もやってね。了解です。ではここで問題です。あなたはビール会社の社員です。経営戦略室の上司から呼び出されて、今期の関東地方の売り上げが下がっている。要因を分析して持ってこいと言われました。さて、何から考え始めますか？はい。僕だったら肝臓を壊すまで飲み続けて売り上げにささやかに貢献するっていう感じかな。おー。私はまず1つ目が新規客の獲得ができていない。で、2点目が既存客が離れていっているから今の売り上げが落ちていると考えています。私の場合はですね、
関東地方の売り上げが下がっているということで、関東や九州、北海道は大丈夫なわけですよ。っていうことは商品に問題があるわけではないと。でそうすると多分外部環境だろうなと思ったんで、もしかしたら関東に超人気の地ビールとかが競合他社さんから発売されたんですよ。そこにお客さんが流れちゃったと。実はりなもかおるんさんもていきんさんも全部正解なんです。マジやった。今出していただいたような切り口をどれだけの角度からたくさん出せるかっていうところがポイントになってきます。新規と既存の比較をするのであれば、新規でも既存でもなく一度離れてしまっていて戻ってくるみたいな切り口もないのかとか、切り口の数を常に多く持つっていうところをまず訓練として授業の中でも最初の方に何回も繰り返し学生同士でもやっていくことになります。なんか自分の思考を言葉にして相手に伝えるっていうのはすごく大切なことだなと思います。確かに思考の癖ある。自分のこう見えやすいところとか、考えやすいところから考え始めてしまうっていうのがあると思うので、自分の認識の外にある前提は何かなみたいなのことを意識したりするみたいですね。自分の考えって偏ってしまうから一定の考えになってしまうじゃないですか。だから経営をする上でも、そういったいろんな角度から攻められる考え方を持っていることによって、そこを鍛えることによって柔軟な対応ができるっていうのがすごいいいかなって思います。自分が一番やるべきことはとか、これはどういう意味なんだろうとか、他に、考えられる切り口はないのかみたいなことのように、自らの頭で思考を続けるっていうことが本質に近い最適な結論にたどり着くっていうふうに言われているので、自分の普段の思考の癖っていうのをアウトプットを繰り返して把握するっていうことがとっても重要なんです。次回は私たち IT ギャルがインターネットビジネスについてお伝えします。番組コラボのレコンテ EC サイトではクーポンコードを入力すると1000円オフで購入できます。クラウドファンディング終了までいよいよあと10日、応援よろしくお願いします。バイバイ。